レストランラリウムのシェフをしております新藤義明です。本日は生ハムのガレットをご紹介したいと思います。こちら生ハムのガレットはフライパン一つで簡単にお料理ができます。ホットプレートなどを使っても簡単にご料理ができますし、こちらの料理はさまざまな食感が楽しめて、卵のとろっとしたそういった驚きもありますし、とても楽しいお料理だと思います。それではガレットの生地を作っていただきます。まずね、そば粉とこちらの塩、こちらをまず合わせます。そこに溶いた卵と水ですね、こちらも合わせておきます。でこちらを少しずつ、そば粉はそれほどダマにはなりにくいので、ある程度まとめて入れても大丈夫です。ホイッパーでよく混ぜてください。こちらが第一段階で、こちらを、まずですね一晩寝かせます。ではこちらがですね一晩寝かした生地になります。こちら一晩寝かすことによって、生地が落ち着いて、グルテンが均等になって焼き色がきれいに上がるようになります。でこちらの方にさらに加水していきますね。この薄い段階ではグルテンが安定しないので、まずそのある程度の水分量を入れてから最後にもう一度水を加えて生地の濃度を調節していきます。こちらも全部いっぺんには入れずに濃度を調節しながら3回ぐらいに分けて入れていただくといいと思います。ホイッパーでちょっと上に持ち上げていただいて、ちょっとだけ時間があって垂れてくるような、さーっと垂れてくるようだとちょっと緩いで生地がべちゃべちゃになってしまうので、これぐらいの濃度が理想的ですね。こちらで生地の完成になります。それではガレットで使うトマトソースの方ですね、下準備でございます。ガレットの具材の方ですね、ほうれん草をソテーしていきます。フライパンを、中火ぐらいでねしていただいて、温まってきたらオリーブオイルを少しかけます。ほうれん草を投入します。これぐらいですね。これぐらいしんなりしてきてから軽く塩します。そしたらクッキングペーパーに揚げておきます。しめじと、レンコンですね、こちらの方もソテーしていきたいと思います。きのこは油を吸いやすいので、あまり少ないと美味しく炒められないですね。先にしめじから入れましょう。少し多めの油で炒めてあげるのがポイントです。でしめじが少ししんなりしてきたらレンコンを加えていきます。レンコンはですね、少し食感が残ってるシャキシャキっとした食感があった方がガレットを食べるときにいろんな食感が楽しめて美味しくなりますので、さっと火を入れるぐらいにしましょう。この具材ですけども、塩するときにもうそのまま食べて美味しいというよりは、少し手前ぐらいの塩加減で、8分目ぐらいの感じの塩加減でした方がいいと思います。こちらでソテーの方は終了しました。こちらもクッキングペーパーに揚げておきます。それではトマトソースの方をですね作っていきたいと思います。まずは鍋を熱さない状態ですね、冷たい状態からオリーブオイルを入れていきます。とニンニクですね、こちらを入れていきます。でここで初めて火をつけてください。油が温まった状態からニンニクを入れてしまうと、ニンニクの香りがしっかり中までできる前に焦げてしまうので、必ず冷たい状態からニンニクは入れてください。中火でゆっくりニンニクの香りを出していきます。少し香りが出てきて、すごくいい香りがしてきました。これぐらいの状態になったら玉ねぎですね、みじん切りにした玉ねぎを投入していきます。玉ねぎがですねしんなりと甘く煮えてきたら、これも玉ねぎも色はなるべくつけないようにして甘みだけを引き出してあげるような感じですね。ですので弱火でゆっくりと炒めてあげます。これはもう常に混ぜ続けてください。目を離さずに
ちらを炒めてあげて、甘みがちょっと出てきて柔らかくなってきた、こんな感じですね。なってきたら今度トマトを投入します。トマトもまとめていただきますね。トマトを入れますと水分が一気に出てきますので、ここはちょっと中火から強火の間ぐらいですねまで火力を少し上げていきます。普通のトマトソースとちょっと違ってフレッシュな感じを凝縮していくような感じのソースになりますので、煮込むというよりはイメージとしては煮詰める、そういったイメージです。全体に油が行き渡ったらここにタイムですね、こちらを投入します。トマトはとても相性が良いですし、うまみを増長する一つのハーブですね。でこのトマトを入れた時点で、軽くですね塩します。これも結構煮詰まりますので、最初はうまみを増長してあげるような感じのイメージでする下味の塩といったそんな感じですね。こうやって水分が出てきて少し軽く崩しながら煮詰めるような感じですね。結構強火でいいです。その代わり離れないでくださいね。これであともう一息煮詰めて完了なんですけど、このぐらいの時点で一回ちょっと味を見ていただいて塩味の調節をしていきます。もうここまで来るとすごく焦げやすくなってきます。ですのでもう頻繁に混ぜてあげてください。もたっとするぐらいの感じの濃度ですね。少しを足したら落ちてくる、これぐらいの濃度、だいぶ水分が飛んでます。これぐらいで完成になります。ではガレットの方を焼いていきたいと思います。まずですねフライパンを軽く熱しまして、そこにオリーブオイルですね、でガレットの生地ですね、こちらを入れていきます。ここの作業だけは手早くお願いいたします。すぐ広げてあげてください。で中火ぐらいですね、中火ぐらいでゆっくり焼いていきます。そうするとですねちょっとずつですねプツ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 気泡が出てきます。である程度ですね気泡が出てきたらチーズを2種類こちらの生地の上に置いていきます。まず最初はパルメザンチーズですね。パルメザンチーズはコクです。コクとうまみを出す部分ですね。こちらを均等に全体にしていきます。でもう1種類、こちらはグリュエールチーズですね。こちらはすりおろしたものですね。こちらはもちろんうまみ香りもあるんですけども、食感としてもちっとした食感を生み出す一つの要素になりますので、僕は2種類のチーズを使い分けてご用意させていただいております。少しこう見ていただいて裏の焼き色を確認しながら焼いてください。できればやっぱりテフロンを加工されたフライパンの方がより作りやすいと思います。この上にですねほうれん草、先ほど炒めたほうれん草ですね、こちらを乗せていきます。そして先ほどご用意したトマトソースですね、こちらもたっぷりと。でこの時にですね真ん中少しだけくぼみを作ります。ここに卵を割っていきますね。ではですねくぼみを作ることによって卵は周りに流れていかないので、こういった状態を作ります。で少しだけ蓋をします。2分弱ですね、1分から1分半ぐらいを目安に考えていただけたらと思います。で、だいぶこう生地の方も美味しく焼けてきたので、ここでバターを投入します。バターをちょっと最初から入れない理由としてはバターちょっと焦げてしまうとその焦げた味が生地に残ってしまうので、最後バターの香りとうまみをちょっと生地に吸わせるといったようなそんな意味合いですね。でこれを折りたたんでいきます。四角く折っていきます。でこの時点でもう火は止めていただいて大丈夫です。少しだけちょっとこう切り込みを少し入れてあげて、あとはもう勢いよくいくといったような感じがベストですね。三角形にやっても可愛く出来上がりますね。こちらでもうパリパリっと揚がってるガレットの完成ですね。もう卵は半熟で仕上げております。
でそれでは盛り付けの方に移らせていただきます。こちらを皿の上に乗せます。それからですね、卵の上は味はまだ何もされてないので、卵の上に少しだけお塩をしてあげます。先ほどソテーしたしめじですね。レンコンとしめじでございます。こちらはうまみですとか食感ですとか、そういったものが楽しくなりますね。でこちらに生ハムですね。ちぎった生ハムを乗せていきます。で上から黒胡椒ですね。最後にブロッコリーとレッドキャベツのスプラウトですね。こちらはやっぱりスプラウトですね、少し辛みがあります。辛みがある味わいと、あと彩りですね。彩りもよく食欲も増してくると思います。こちらで完成になります。